こんにちは。今日はちょっといつもと違うところからサブチャンネルをお送りします。これはね、今簡易的なテーブルを使っていて、で私いつも絵日記書くときは丸テーブルで書いてるんですけど、丸テーブルで絵日記とかを書くとシールとかマスキングテープとかが取りにくくなっちゃうんですよ。こうやってね、引き出しがすぐ取れるようになってるので、いっそのことをここで書いた方が効率がいいんじゃないかと思って、最近はここで日記を書くことが増えました。日記を書きながらおしゃべりですね。これ前紙箔で買った何か日記に使えるかな。ね、紙物の詰め合わせなんですよ。着せ替え人形みたいにして遊べる。これも入ってる。かわいい。最近暑いし毎日飲んでるアイスコーヒー美味しい。いくつか前の動画で私が今めちゃくちゃ愛用しているコーヒーマシンでロンギのことについてご質問をいただいていて、使っているルーティンみたいなものを教えてくださいっていうコメントがあったんだけど、お手入れのルーティンかな。説明書通りに使ってるって言ったらそりゃそうだよってなるけど、コーヒーのカスがたまるところがあるんですけど、そこはたまったら赤いランプがつくようになってるんですよ。だからそれは赤いランプがついた時にコーヒーの粉は捨てて、でコーヒーの粉を捨てるだけだとコーヒーのカスがちょっと溜まっちゃうんですよ、角の方とかに。それは定期的に掃除しないと結構汚れが溜まっちゃいますね。あとはお水を入れるところがあって、そこを外すと部品が取れるようになってるんですけど、そこは1ヶ月に1回くらいは掃除するようにしています。でもそれぐらいかな。上にホコリがちょっと溜まる時があるので、それはまた気になったら洗うぐらいで、そうだからそんなにね、めんどくさいお手入れって言ったらコーヒーのカスが溜まるところぐらいかな。それ以外はコップを置いてコーヒーがポタポタって落ちてくるんだけど、その時に跳ねるコーヒーを水拭きするぐらいで、そう私それぐらいですね。他になんか本当はもっと掃除しないといけないとかあるのかな。でも毎日めっちゃ使ってるので、もうコーヒー代の元は取れてるんじゃないかな。先日アップした彼との出会いについての動画にたくさんのコメントをありがとうございました。そう、私ね、お嬢って呼ばれてるんですよね。最初初めましての時は名字で呼ばれてたんだけど、その日の夕方、会社の忘年会があって、忘年会の時からお嬢って呼ばれ始めました。忘年会の一次会の時は席も離れてたし、後半ぐらいからちょっと話すっていう感じだったんだけど、二次会で距離が一気に縮まった気がします。花子さんが会社の人とお付き合いしたと知った時、嘘、会社とびっくりしたのですが、私もその直後に改めて会社の人と関わる機会があり、社内で彼氏ができました。お一人の時間も大切にしつつ同棲楽しんでください。やっぱ会社はね、あるあるなのかもしれないですね。マッチングアプリとか、あとは初めましての人だったら少なからずこの人本当に大丈夫かなっていう警戒心はあると思うんだけど、それがね、同じ会社の人ってだけで警戒心は薄れますね。もし彼が同じ会社じゃなかったら多分こんなに早くお付き合いしてなかったと思うし、同棲も多分こんなに早くなかったと思う。あとは出会って間もないけどなんか安心感があったのかな。結構ね、会社の話とかもできるし、いいなって思ったのかもしれません。お付き合いに至った時、彼がどう思ってたかとかは、いつか彼がサブちゃんに出演してくれるとかってなったらその時に聞いてみたいと思います。で、彼が茨城に住んでたってこともあって、沖縄に比べたら全然近くて会いに行こうと思えば行ける距離なんだけど、電車で気軽に行けるってなったら時間はかかるじゃないですか。だから私はもしお付き合いするなら一緒に住みたいって言って、それで一緒に住むことになりました。
お付き合いしてすぐぐらいに私が体調を崩しちゃったんですよ。あれインフルエンザだったかな。でそこから体調がすごい悪くなっちゃって、でその時に彼がねもうすっごい献身的な看病をしてくれたんですよ。改めてこの人とだったら一緒に生活できるかもっていうのは体調悪いながらにも思ったのを今でも覚えてます。彼はこの辺りに来たこともないから、どこにコンビニがあるかとかどこにスーパーがあるとか分かんない状態でもうね、いろいろすぐ食べられる食材とかを買ってきてくれてて、そう懐かしい。で彼の献身的な看病のおかげで私は元気になって、で私が元気になったと思ったら次は彼がインフルエンザに感染しちゃって、多分私から移ったんだよね。で次は私が看病するっていうエピソードがありました。あとは私もアラサーで彼氏行ったことがないんですが、花子さんは彼氏さんにそれをどんな風に伝えたんですかっていうコメントもいただいていて、彼氏ができた時に動画のタイトルに初めて彼氏ができましたみたいなタイトルに確かねしたと思うんだけど、今までね彼氏ができたことなかったんですよ。それは私のリアルなお友達とか、周りの人だったらみんな分かってたと思うんだけど、言ってる人と言ってない人がいたんだけどね、会社の同僚とかはもうみんな知ってて、彼とも今までの恋愛の話とかになった時に、私今まで彼氏いたことないんだよねっていうのはさらっと言いました。最初は彼もねなんか嘘でしょっていう感じでなかなか信じてくれなかったんだけど、今お付き合いしていて節々でそう感じることがあるみたいです。だからこのコメントの回答的には、彼氏さんにそれをどんな風に伝えたんですかっていうのは、私からそういう過去の恋愛のお話になった時に伝えたっていう感じです。だけど、今まで彼氏はいなかったけどマッチングアプリとか恋活はしてたじゃないですか。それも言いました。そうやってずっと探してはいたっていうのはね。私も30代なのですが、花子さんと彼の出会いが似ていてコメントしちゃいました。ちなみに私も同じ職場で出会って部署は違うのですが、仕事中すれ違ったりするのが嬉しくて、可愛い。彼が一人暮らししているお家から自転車で10分の距離で近いので、同じ出勤の時は一緒に帰ってるのがルーティンになっていて、今でも職場の人と付き合っているのが不思議な感覚な感じです。それはもうめちゃくちゃわかります。私も一緒です。私も彼も今は週に1回ぐらい出社してるんですけど、出社する時はもう一緒に出社して帰りも一緒に帰るっていう感じなので、去年の私からしたら本当に信じられないくらい変わったことですよね。生活環境とかもだし。でちなみに私と彼の関係なんですけど、もう会社の人たちはおそらく全員知ってるかな。私が去年恋活してた時とか、会社で私がね自分の恋の話とかをめちゃくちゃしてて、周りの同僚たちもみんな聞いてくれるから私はねペラペラ喋ってたんだけど、その時から知ってるから、私が彼氏できたって言ったらもうめっちゃびっくりしてくれて、しかも同じ会社にいる人って言ったら余計びっくりするじゃないですか。誰ってなって、この彼だよって言ったらみんなも本当にびっくりしてました。びっくりした動画忘れられない。そうでお付き合いするってなったら社長とかにも報告しました。こんな感じで全部のコメントには答えられなかったけど、こんな感じでした。日記は今まだ途中だけどここまででおりました。あとはここにね文字を書いていきます。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。